はい、皆さんこんにちは。エゴドライブの鈴木です。はい、今日はですね、アメリカにおける寿司ビジネスに関するテーマでね、個人的な考察も交えてちょっとね話をしようと思っています。実はですね、最近、僕の知り合いが寿司屋を出したんですね。で、彼らのコンセプトは何かっていうと、アメリカ人が安くてうまい寿司を食える店なんですね。どうやってコストを削ったかっていうとですね、まず彼のお店はね、カウンターとテーブルなんですけど、寿司職人を雇わないんですね、ポリシーとして。いや、職人って高いですからね。今だったら年収そうだな、15万ドル以上出さないと日本人の寿司シェフって雇えないみたいですからね。15万ドルって言ったらね、2500万じゃないですか、年収でね。しかも一人寿司シェフ雇ったとして、仮にその人が風邪をひいたとか病気になって休みましたって言ったらね、営業できないですよね。店じまいですからね。だから念のためね、2人雇うって言ったらとんでもないコストになるわけですよ。だからね、この彼のお店はどうやったかっていうとね、寿司ロボットを導入したんですね。シェフを雇うんじゃなくて寿司ロボットに握らせると。それを導入することによってね、寿司ロボットだったら風邪もひかなければね、病気にもならないわけでね。で、ひたすらとにかくね、シャリをこう握り続けると。それによってまず一つのコストカットができたわけですね。じゃあネタはどうするのかと。これね、ネタは全部日本から直送してるんですって。ただ生魚を使ったら高いから全部冷凍物を使うんですって。で、これがね面白いんですけど、ただの冷凍じゃなくって特殊な冷凍技術を使ったものを仕入れる。これ何かっていうとね、急速冷凍っていう技術を使って一気に冷凍することで魚の細胞が崩れないで新鮮なまま冷凍できるんですって。だからね、解凍溶けてもね、その新鮮な風味と食感がそのままなんですって。ほら、普通刺身冷凍して解凍するとなんかね、赤っぽい汁がどうしたって出てくるじゃないですか。あれが細胞が崩れたドリップっていう、やつらしいんですけどね、あれがねやっぱ臭みとかを出しちゃう原因になるんですって。でもその特殊なね、その急速冷凍を使えばああいうのが出ないんですよ。なので、日本のね、美味しい、いろんな種類の魚をね急速冷凍したものを、安く仕入れる。これが2つ目のコストカットなんですね。で、その解凍したネタをね、そのロボットが作ったシャリに乗っけて出すっていう、それがね彼のコンセプトなんですね。で、ちょうどこの間ね、そのソフトオープンって言って、グランドオープン前のね、ちょっとしたお披露目会みたいなものがあってですね、知り合いだけを呼んで、やったんですけど、そこで初めてね、寿司ロボットが握った寿司を初めて食べたんですけどね、これが美味しいんですよ。もうほんとね、冷凍物の魚ってわかんないぐらいなんか新鮮でした。これだったらね、その回転寿司でね、生まれて初めて寿司っていうものに出会った人でもちょこっと奮発してね、全然来るだろうなと思いましたね。で、それから普段よくね、その高級寿司を食べてる人でもね、その気楽に食べに来れる寿司屋っていう感じでね、全然利用するなと思ったんですね。で、このスタイルだったら寿司職人雇わなくていいんでね、ぶっちゃけ誰でもできるわけじゃないですか。だからね、横に展開しやすいんですよね。2店舗目とかね、3店舗目って。その僕の知り合いでね、そのカウンター寿司の高級寿司やってる知り合いいるんですけど、ほんとね、見るからに大変そうですもん。めちゃくちゃお客さん入ってるし、予約もね、数週間先まで埋まってるんですけど、もうねプライベートの時間ないんですって。仕込みとかね、やっぱりかなり時間かかるし、やっぱり自分の寿司を食べたいっていうお客さんばっかりだからね、どうしたって代わりがいないんですよね。だからやっぱ2店舗目とかも出せる気力がないって嘆いていました。なのでね、そのビジネス的な観点でいくと、このやり方っていうのは理にかなってると思うし、もしねこのお店が流行ったらね、一気にこのスタイルの寿司屋っていうのが増える可能性あるなと思ったんですよね。で、この理論でいけばね、同じ感じで、ぶっちゃけ寿司以外でもいけそうな気がしますよね。例えばね、今日本式のカレーっていうのがアメリカでは流行ってきてるんですけど、その
に火をつけたのが、ココイチっていう、日本でもあるじゃないですか、ココイチって。あれが進出して、で、かなり店舗数広げてるんですよ。もうそれこそね、並ばないと入れないぐらいですよ。ちょっとハイグレードなカレー食べたいっていう人も、やっぱいるんじゃないかなと思うんですよね。だから、ちょっとね、ハイスペックなカレー屋さんとかをちょっとね、やったりとかしたら結構意外と流行るんじゃないかなとか思ったりもするんですよね。はい。というわけでね、ちょっと今日はですね、アメリカで進化する寿司ビジネスの次の一手っていうテーマでね、話をしてみましたが、いかがだったでしょうか。今日の話がですね、皆さんのビジネスとか、お仕事に何らかしらですね、お役に立てると嬉しいです。はい。というわけでですね、今日もエコドライブの鈴木がお送りしました。またお会いしましょう。